で私が思うゆうたさんの魅力なんですけれども、もう人としてもアーティストとしても本当に素晴らしいんですよ。そうですね、なんかね、みんな一緒にいる時は自分がって前に出るタイプじゃなくて、どっちかというと控えめなんですけれども、すごいファンとかメンバーのことをよく見ていて、目配り気配りが素晴らしいんですよ。なんか兄貴的な。そうそう、で何かあったらね、そっと寄り添ってくれるっていうね、人格者なんですよ。さらにはもうメンバーからも信頼が厚いんですが、パフォーマンスになるともう一転して熱くエネルギッシュで、もうここぞという時に例えばやれるか東京みたいに煽って会場全体をブーストしてくれるんですね。モードが変わるってことですね。でね、イリチルのねライブステージすごいって定評があるんですけれども、やっぱりゆうたさんの存在って大きいと思うんですよね。ということで5、10、もう強さと優しさを併せ持つ人だと私は思ってるんですよ。すごい。それではお待たせしました。早速 NCT ゆうたさんからのコメントをお聞きいただきたいと思います。質問の部分は私が補足させていただいています。それではどうぞ。来てます経緯をお聞きの皆さん、加藤京子さん、こんにちは。 NCT のゆうたです。たくさん質問が届いているのでいくつか答えていきます。前作はロックテイストでしたが、今回はどんな作品に仕上がっていますか？またみんながびっくりしちゃうような仕掛けはありますか？そうですね、びっくりしてほしいなと思ってるのはまずね、ミュージックビデオかな。ミカさん、根川美香さんとね、今回ご一緒することになったりですね、美香さんならではのね、世界観と僕のね、表現力のぶつかり合いが見どころだと思いますね。まあそして何よりもメロディーがとっても美しいしね、噛み締めて聴いてもらいたいなと思うし、歌詞もね、何言ってんだろうって聞いてくれてるね皆さんがね、ちょっと考えてほしいなと思いますね。ジャケット写真がどれも全く違うコンセプトで、どれも素敵なんですが、ゆうたさんが一番気に入っている、もしくは強く印象に残っているものはありますか？トゥイステッドパラダイスというタイトルを生かしたデザインに、ね、なってると思います。バラのトゲがスリーブにあしらわれてたりとかね、その中ではディストピアバージョンのね、僕の表情がね、実は少しだけね、笑ってるんですね。一番世界観を表したデザインになったと思ってます。もしファンのしずにやゆうたみさんとツイステッドパラダイスのリスニングパーティーを開くとしたら、どんなドレスコードにしますか？面白いね。リスニングパーティーね。最近流行ってるやつね。難しいね。例えばね、なんだろうな。一輪自分の好きな花とか持ってきてもらうとかどうすかね。いいかなと思いますね。見ず知らずの人とお花を渡し合ったりしてね。どうかな。なんでその花持ってきたのみたいなね。その日の気分の花を持ってくるみたいな。それ面白そうかな。今回の制作秘話があれば、ぜひ。ハプニングも大歓迎です。派手に転びましたね。すっごい派手。そこは絶対に使われないと思うけど。でも、いや、俺使ってほしいんだけどね、逆に。あれは。だって、転んでも何かをやり続けてんだ。何その人が、なんでそこでこけても動き続けてるかみたいなのもね、なんか逆に味があって俺はいいと思うけどね。どこがミュージックビデオ公開されたら、またお話ししますね。多分使われてないけどね。ツイステッドパラダイスというタイトルに込めた思いを教えてください。今回のこのツイステッドパラダイスはですね、なんかこう、誰もが自分が正義だと思ってたりね、あの人やばいよってみんなそう思ってるだろうと思って、なんかこう一緒になってね、それを言っちゃったり、今ってそういうね、すぐ便乗したりって簡単じゃん。そんな風にね、誰かがおかしくなってしまうことに対して心配したりとかね、もしくは見下したりする時もあるかもしれないけどね、そういうあなたが対象にしてそういう言葉を吐いてる人なのか物なのか、それは分かんないんだけど、それを作り出したのはもしかしたらあなたかもしれないしね、あなたもそう言われている側になるかもしれないっていうね、確率的にはそれを作り上げてしまうね、要因の一部になっている可能性の方が高いよねというね、ちょっとそういうメッセージを込めてますね。さて、ゆうたトークショーも始まりますね。福岡は6月22日日曜日、アクロス福岡イベントホールで開催です。意気込みや見どころを教えてください。福岡市での公演は久々
ね、超久々だし、それだけでめちゃくちゃ気分上がりますね。俺いつも言ってんだけど、俺のこと好きな人しかいないんでしょ。もうそんなの楽しいに決まってんじゃんっていう話だよね。パフォーマンスも用意してるので、ぜひ遊びに来てほしいですね。待ってます。新しい挑戦が続き、充実した毎日を過ごしていると思いますが、10月のお誕生日を迎えるといよいよ30代に突入ですよね。20代のうちにやっておきたいこと、また30代になって楽しみにしていることがあれば教えてください。いや、俺が思うのはね、20代のうちはもちろんやりたいこともやった方がいいと思うし、すごくアグレッシブに活動できるね、年だと思うから、すごく自分の直感を信じて動いてほしいんだけど、でも俺が一番20代のうちにやっときゃよかったなって思うのは、人を見極めることだね。すごく30代とかね、20代後半になってくるとね、みんなが思っているよりね、いい人もいれば悪い人もたくさんいるからね。なんか、その場所に置かれた時に柔軟に対応できるようにね、こう20代のうちからね、何か人と関わる時とかね、なんかこう人を見極める癖みたいなのをつけとくとね、なんかすごくいいなって今になって思うね。さて、最近さらにビジュアルが素晴らしいと評判のゆうたさんですが、どうしたらそんな風になれるんでしょうか。普段一番気をつけていることは何でしょう。例えばポジティブマインドだったり、スキンケア、食事とか。照れるね。なんかみんな補正入ってない？俺もちょっとなんかむくんでんなとか、ちょっと今日カメラ映り悪いなとか言う時もあるんだけどさ、みんないつもいいって言ってくれるからさ、ダメだよ言ってくんないと。まあ保湿とかかな。保湿、あとは運動、半身浴とか、ほんと基本的なことなんだけどね。まああと納豆いっぱい食べるみたいな。加藤さん、いつも127ね、127もたくさん応援してくださって感謝してます。それでは最後に聞いてください。ゆうたでバッドユーフォリア。以上、ゆうたでした。バイバイ。They say bittersweet is life, but it's not that sweet. Honesty is so bitter. どうせなら禁断の味ってやつ教えてくれ。飛び方するの忘れそうさ baby。 正義と夢の鎖が Hey no I think it's better to ride in peace now. You know cause not okay. Something like that, but we already know there's no freedom. 俺が欲しい世界、不正解の中にしかない。俺こうな君には興味ないんだ baby。 結末なんか分かりきったティーザー。 Hey no I think it's better to ride in peace now. You know cause not okay.ゆうたバッドユーフォリア聞いていただいています。加藤京子とひょにちゃんでお送りしています。毎週火曜日の昼間に来てます系。本当はね、ツイステッドパラダイスおかけしたかったんですけれども、したかったですね。明日の午後6時解禁ということで、残念ながら今日はおかけすることができなかったんですよ。でもね、今朝テレビでちょっとミュージックビデオの制作風景とかがちょっと流れて、そこでサビの部分とか聞けたと思うんですけれども、すっごい素敵な曲なんですよ。
いやでもなんかもうこのバッドユーフォリアもそうなんですけど、なんかロックテイストのこういう曲なのかなって期待しつつ、そう今回は声が素敵ねですね。すいません、ちょっと私実は事前に音源聞いてしまったんですけれども、いやなんかすごい壮大で、しかも繊細で、なんかね映画音楽のような、なんだろう、もう絶対後世に残る名曲です。本当に楽しみですね。それが蜷川実花さんの映像とともにですね、明日の夕方6時ミュージックビデオも解禁ということでね、すごい楽しみなんですが、いやちょっとそれよりもゆうたさんのコメントどうですか？なんかもうなんか全部ちゃんとしっかり考えてくださったっていうか、もう本音がすごくそうですよ出るようね。なんかね、もう一つ一つ全部のコメントに触れたいんですけれども、一番気になったの何ですか？30代のところですね。そうですよね。20代のうちにやっておきたいこと何ですかってで、30代楽しみにしてること何ですかって、私ねこの質問した時私が想定したのは、もうね今ソロデビューもしました、写真集も出したり俳優としても活躍しています、もう表現者としてすごい羽ばたいているゆうたさんなので、もっとイケイケの答えが返ってくると思ったんですよ。なんか仕事でチャレンジなんとかチャレンジしたいですとか、ハリウッド進出しますとか、ワールドツアーやりますとかっていう答えが返ってくるかなと思ったら、まさかのすごい深い話が返ってきまして、そうなんですよ、びっくりで、なんかねゆうたさんってすっごい素直で正直な人なので、人を信じてなんか裏切られたり辛い思いをしたのかなってそうですね、ちょっと思ってしまったんですけれども、いやでも外国に行って一人で、ああいう今まで7年間8年間もう大変だっただろうなとかちょっと思ったり、でもファンの皆さんにそういう温かいコメントもですね、ですよね。ゆうたおっぱからの人生相談みたいなになってましたけど、でもね一方でね、いい人も悪い人もいる、見極める目を養っておけばって言ってるっていうことは、きっと今いい人に出会ってるんじゃないかなと思うんですよ。で自分の世界を広げてくれるような素敵な人に出会ってて、もっと早くにこういう人たちと出会っておきたかったなって思ってるんじゃないかなって、確かに、だからこうやってソロアルバムも綺麗素敵なものを出されてるし、っていうと信じたいなと思ってるんですね。いや私もそう思ってます。あとはこのツイステッドパラダイスという曲に込めた思いということで、先日ねセルフライナーノーツを、歌詞とともに公開されていたんですけれども、なんか文章で知ることはできてたんですけど、こういうふうにゆうたさんの優しい声で解説を聞くと、なんかさらに心にスッて入ってきますよね。とにかくファンも思いがすごく感じられるというか、温かい人ですね、多分ね、人が言ってるからとか、世の中が言ってるからって言って安易に乗っかっちゃうんじゃなくて、自分でちゃんと判断することが大事だよって、自分で選択したこととか、あと口にする言葉にちゃんと責任を持たなきゃいけないんだよっていうことを言ってくれてると思うんですけれども、ゆうたさん自身もですね、いつも使う言葉が綺麗で愛があるものが多いんですよ。なんか言葉遣いがそもそも綺麗っていう話が、そうなんですよ。多分いつもそういうのを意識してるんじゃないかなと思うんですよね。いや素敵、そうで、ミュージックビデオ、ビハインドをぜひ出していただきたいなと、転んだところが使われてるかどうかわからないんですけれども、ビハインドではぜひねそれをね出してほしいなと思っています。真のゆうたさんもまた見れるですね。そうですよね。楽しみ。なんかいろんな応援の仕方ってあると思うんですよ。そうですね。でライブとかイベントに行きたくても行けない人ってね、多分ねたくさんいらっしゃると思うんです。例えば、子育てが忙しい、介護があるとかね、ご病気でっていうのもあると思うんですけれども、でもね私ゆうたさんのすごいところは、そういう人たちのこともちゃんと分かってくれてるっていうところなんですよね。なんかね想像の射程の範囲が広いと思うんですよ。だから目の前のことだけじゃなくて、ずっと先の方まで見えてる感じがあって、だから人を傷つけない優しい言葉が出てくるんだと思うんですね。ゆうたさん自身もラジオ番組を持っていて、ゆうたアットホームっていう、でそこでもう使う言葉が本当に綺麗なんですよね。で、ゆうたみさんたちもそういう優しいゆうたさんが幸せでありますようにっ
っていう風に応援してるんですよ。その部分が大好きだからってことですね。そうだからあなたに超特大な幸あれって多分みんな思ってるんですよね。このなんか愛にあふれた関係性っていうのがね、とってもね居心地が良くて、微笑ましいというか、めっちゃ羨ましいなとやっぱ思っちゃいますね。私もこの関係性がすごく好きだなと思うんですけど、素敵。なんか本当に人としていやこうこの曲自体はメロディー自体もすっごい素敵なんですよ。ヒョンちゃんもちらっと聞きましたよね。ちらっと聞きましたけど、これもうなんかゆうたさんの曲ってなんか最初なんか分からずに聞いたんですけど、いや素敵すぎて、いやめっちゃだとメロディーがすごい残ってて、絶対もう一回フルで聴きたいなっていう。そうですよね、はい、ちょっとねなんかこういう感じって思った曲がありましたよね。はい、なんかですね、クイーンのボヘミアン・ラプソディに似てるなっていう、似てるっていうか、なんかああいうこう曲調がこう変換してたくさんこう劇的なところがあるっていう。でもすごいいろんなゆうたさんの魅力、声が聞けてめっちゃいいなと思いました。だからその前のデプスでは割とロックテイストだったんですけど、今回はまた全然違うゆうたさんので歌うまと思って。いやうまいです。めちゃめちゃびっくりしました、これが今回もうすぐ始まるんですけれども、トークショーでもしかして披露されるのかなと思うと、それすごい楽しみですよね。